皆さん、こんにちは。最近は暑くなってきましたね。家庭菜園をしているのですが、少し動くだけで汗が止まりません。きゅうり、ナス、トマトという定番の夏野菜に加えて、今年は他の野菜にもチャレンジしようと思っています。スイカとかやってみたいです。ただスペースが限られているので、スイカは厳しそう。上に伸びていく系の野菜がいいですね。あとは梅干しを自分で漬けてみたいです。毎年梅干しの消費量が多いので、自家製の梅干しがあったら嬉しいです。さて、今回の動画は4月分の生活費と資産運用の結果です。資産運用については久しぶりですね。では早速中身に入っていきましょう。前回の動画で出した3月分の生活費の合計は54万1704円でした。年末ジャンボ宝くじの当選前と同じくらいの水準でしたね。先月からはドドンと上がりまして、4月分の生活費の合計は143万9532円でした。それでは詳細を見ていきましょう。生活費の項目については今までと同じく住宅、光熱費、固定雑費を固定費として扱い、金額はグラフの下3つの表示の通りです。4月分に関しても変動する生活費として食費、娯楽、服飾、雑費、その他を算出していきたいと思います。その他は生活費とは別で計算してもいいかなと思う金額の大きい支出です。今月についてもその他の計上は特にありません。各項目を見ていきましょう。まずは食費です。4月分の食費の合計は13万2466円でした。少し今までよりも多めです。前の動画で出した弾丸旅行に行ったことが大きな要因でしょう。ちなみに御殿場プレミアムアウトレットに行ったのですが、爽やかは食べられませんでした。朝一に並べば夜には食べられるだろうと思っていましたが、並ぼうとした時にはすでに受付終了。残念です。続いて娯楽、服飾、雑費です。4月分は104万820円でした。雑費はかなり増えています。これも食費と同じ要因ですね。旅行での買い物でかなり使っています。あとは新たな旅行の予約もしました。ただ、飼い猫が病気になってしまったので、おそらくキャンセルになるかと思います。猫の病院代が現金払いなので、本当はもっと支出がありますが、計算していないので、今までの数字には入っていません。続いて資産運用の結果です。前回の動画では3月15日時点の結果を載せていました。今回は6月6日時点の情報を載せますので、約3ヶ月ぶりになります。内容としては前回と同じく国内株式、新NISAでの投資信託、日本国債、アメリカ国債、ファンドラップの5つです。国内株式の6月6日時点での保有額は2976万900円です。評価額が3181万9150円なので、損益はプラスの205万8250円。この動画を作成する前日のアメリカ市場がかなり好調だったこともあり、前日比でもかなり増えています。前回がプラス数万円だったことを考えると、だいぶ増えていますね。次に新NISAです。
新ニーサの6月6日時点での保有額は180万円です。損益はプラスの14万3495円。始めて4ヶ月ほどで 8% 増えていますので、なかなかいいのではないでしょうか。次は日本国債です。日本国債は1億円分持っていますが、評価額の上下はないので飛ばします。次はアメリカ国債です。アメリカ国債は利息のありなしのどちらも保有していますが、合計して紹介します。アメリカ国債の保有額が約3億円分です。損益はマイナス589万8668円です。まあこれはあまり意味はないです。先日はマイナス1000万円くらいありましたし。続いてファンドラップです。ファンドラップは現在の評価額が5229万441円。損益はプラスの233万842円です。これもまあ悪くないです。ここまでの損益の合計はマイナス136万3081円。前回の動画の損益が約マイナス1300万円だったことを考えると、だいぶマイナスが減りましたね。アメリカ国債を含めなければ約450万円のプラスです。4ヶ月でサラリーマンの平均年収くらい増えているので十分なのではないでしょうか。買うだけで売るという行為をしていないですし、だいぶ気楽です。まあ増えている以上に使ってますけどね。最近はジムに通ったり習い事をしたりと割と忙しい日々を過ごしています。特にネタがないので次回の動画はいつになるかな。前回出した旅行動画は思い出の振り返りみたいで楽しかったので、旅行に行ったらまた作りたいと思っています。ただ残念ながらその旅行がなかなか行けない状況になってしまい、1泊くらいなら行けそうな状態になりつつあるので、このまま体調が良くなっていってほしいです。では今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。